私の夢の先生、江戸川慶史の方のね夢の先生2人いるんですよ。エリス・セクルスさんという先生とヘンウェル・リール先生ですね。お二人とも本当にお世話になりました。でエリス・セクルスさんが最初ね日本へおいでになって皆さんに夢のお話をなさった。その時にねこんなことがあったんですね。皆さんの夢を解釈して差し上げましょうとこういうことですけれども、英語でやり取りして解釈するの大変ですから、皆さんにねお昼休みに皆さんの夢を解釈して差し上げますよということで2つ3つ夢を書いてですね、通訳さんに渡してくださいねとこういうことでした。はい、で私もですね私は皆さんの面倒を見るのが好きですからね皆さん面倒を見てたんですが自分の夢の解釈を、ね、うまくちょうどねエリセ・セクルスさんがするかどうか分かってなかったんですけれどね、私も書こうと思ってねその当時夢の解釈で困ってるっていうんじゃないんですけどちょっとこう腑に落ちない点があったんでねそれ書いてね差し上げてそれで忙しいですからねなかなか自分の番に自分の番にそこにいるかどうか分かんなかったんですけどねこれまた偶然世の中偶然ということはないんですね。お部屋の中に入ってきましたらエリセ・セクルスさんが私の夢を取り上げてました。3つあります。1つはね象がよく象の写真でありますね。象の一家が小象を中にしてこうのしのしとこう一列ほとんど一列ですからね一列になって歩いてるという画面がありますね。それなんですよ。ただ坂道を皆さん象がね上の方に向かって歩いているという夢を私よく見てましたね。でそのことについてお聞きしたいと思ってね書いたんですよ。それから2つ目これがねちょっとびっくりするような夢なのでこれぜひ聞きたいと思ったびっくりするっていうのはねこういうことですよ。私は木の下にいて夜のようでしたけれども上を見てると大きな飛行機が2つ衝突してねこう落ちてくるという夢なんですよ。ですからすごいキラキラして光っていうかね火花が散らしながら落ちてくる夢ですよね。これなんかでも思わずね夢と夢を分類したら悪い夢と見られますよね。でそのことについてお聞きした。3つ目はこれねしょっちゅう申し上げてるんですけど私はカッパですね。海なり川なりをですね泳ぎまくるというのが私の人生体験の大きな一つですね。海のそばに住んでたことがある伊豆の伊東というところでね目の下すぐ海でした。私はもう年がら年中そこで遊んでましたんでねある意味で海のことをよく知ってる海がどのような動き方をするか波がどのようになるか私たちにねどんな影響をするかっていうのをよく知ってる。であんまりこううるさいこと言わないで私は例えば嵐が終わった後のうねりの中でしたら私は岩場でも泳ぐことできるんですね。波をよく見ていて岩の配置を見てですね波がスーッと上がってきた時にひょんと飛び込む。それで波に乗って沖へ行って帰ってきた時は波に乗って
スーッと波の先端に乗ってきて上がっていった時に一番先端で一番高いところにひょっと掴む、岩場を掴むんですね。そうすると波ってスッと落ちてってくれるんで、かなりのうねりでも岩場で泳ぐことができる。そこで私は海の岩場をよく泳いでたんですね。はい、夢こうです。私が泳いでますとね、小さい魚、大きな魚、もういっぱいうようよと私と一緒に泳いでるんですね。という夢ですね。これ城ヶ島の夢の体験を夢に見てるんですけどね、大きな岩場になると、ね、島のようになるとこう岩場がずっと出てって、波が来るところがずっと陸地の方へえぐれてくるんですね。でそういうところで泳いでる夢でしたね。そして、このことを聞きたいと思ってね、書いて、でそれをたまたま偶然ってないんですよ。私にぴったりの時に私がお部屋へ入っていったら、この人はって始めてましたね。まず象が坂をですね、家族でずっと上がっていく、塊で上がっていく、塊でっていうか象の群れが坂道を上がっていくという夢ですね。でエリセ・セクレスさんの夢の解釈はこうでしたね。これね、上へ登っていくってとってもいいっていうんですね。で小さな動物がアリやなんか小さな動物が登っていくんじゃなくて、巨大なね、動物がね群れをなして登っていくっていうのはこの人はこれからね皆さんと一緒に群れをなして大きな仕事をなさるっていうんですね。で何を言ってるかというと、坂を登るというのはいいことなんです。あるいは坂を下るっていうのは悪いことになるんですね。これから悪いことが起きますよっていうのは坂を下る、あるいは落っこちる、墜落していくっていうのはダメなことなんですね。で私がもう大勢のと言うべきでしょうかね、象の群れをが上がってのしのしと上がっていくのを見て、この人はいい夢見ましたねということになる。で2回目、落っこってくる夢でしょ。木の下で空を見上げてたら夕暮れかなんかですよね。大きな2つの飛行機がぶつかって火花を散らして目の前に落ちてくる。これさっきの象の話に比べたらね、悪い夢と言うんだろうなと思ってたら、エリセ・セクルスさん面白いこと言った。この夢を見た人はいいことがいっぱい起きますよって言うんですね。という感じなんですけどね、空から物が降りてくるっていうのはいい夢なんですって。はい。で夢というのはびっくりさせる。私たちがね、大事な夢を見るときに一番最初にね、驚くことが起きるんですね。そうしないと夢って覚えてないから。だからびっくりするような、飛行機がぶつかって火花を散らして落ちてくる。落ちてってゆっくり落ちてきましたけどね。これ覚えさせるためです。夢の常套手段ですね。で私はそれを覚えてて申し上げたんですけれども、空からね、落ちてくるっていうか、空から与えられると言ったらいいんでしょうかね。これいい夢ですねと、こういうことになるんですね。それから逆に言うと、落っことす夢はダメな夢になるんです。夢の解釈してるとそういうことよくわかるんですけどね。はい、次の夢、私が大きな魚、小さな魚と一緒に泳いでるという夢は、その方はこの方エルセ・セクルス先生はね、この夢を見た人は霊的なことに囲まれてるっていうんですよね。英語圏っていうかヨーロッパではですね、魚っていうのは霊的なものの一つの象徴なんですね。ですから私は夢を見た私は霊的なものに囲まれているのに、でここから問題なんですけど、あなたはそれを活用してないというんですね。はい、魚がいたらその霊的なものに対してエリセ・セクルさんの話だと捕まえて
ね食べちゃう、これがいい夢だっていうんですね。この人はね捕まえも何もしなくて見てる、こういうことですね。でこの話を聞いてから私の夢は変わったんです。先ほど言いましたね、私は海へ行ってカッパですって言いましたね。海の中潜っていく得意なんですね。かなりの底まで潜っていって海の中を泳ぎまくるというのをやってましたんでね。まあこういうことですかね。霊的なことに囲まれてるということなんですけれども、こんな意味を見た。要するにダイビングをする人たちを教育するプールがあるんですね。5メーターぐらい深いプールです。でそこできれいな水が張ってあって、上から見るとそこの方に七色に輝くきれいな魚が泳いでるんですよ。まあちょっと大きめのタイぐらい。私早速降りてってですね捕まえてきて、で焼いて食べちゃったという夢で、美味しかったという夢でしたね。それから今度は魚を捕まえてくるという夢をたくさん見るようになったんですね。一遍もありましたけど、これも覚えてますね。こんな大きな魚を捕まえてですね、もう重くてしょうがないのに持って帰ったなんて夢になったんですね。でも面白いですね。夢の解釈っていうのはそんな具合でちょっとびっくりするような解釈の仕方ができる。また私は大勢の人の夢の解釈をしてて、これまた面白いんだけど、私に夢の解釈を頼む方、なんだかこうわけわかんないような夢もあるんです。その人はわかんないような感じの夢を見せてくれる、解釈を頼んでくる、こういうことですね。また一方とっても分かりやすい解釈を頼む人がいますね。こういう人はいつでもそうですけど、とっても分かりやすい解釈ができる夢を見せてくれます。でどの夢も最初にですねとんでもないことが起きるんですね。先ほど言いましたね。とんでもないことを起こすことによってその夢を覚えさせておくと、こういうことになる。ですから最初にとんでもない夢を見てこれが悪い夢というんじゃなくて、次のことを大事だから覚えててねっていう信号だと思ってくださいね。はい、これで一休みです。